はじめまして、任マヨと申します。26歳の OL が1000万貯めた方法についてお話しします。このチャンネルでは実体験をもとにおしゃれ美容を諦めずに資産形成をする方法について発信していきたいと思います。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。まず1つ目、一番重要なことですね。これは、就職をガチることです。大学生であれば今から就職を控えていると思うので、この学歴で最も高い年収を狙える会社を狙っていきましょう。これはですね、私も正直偏差値がめちゃくちゃ低い大学に通っていて、で、その中でもなんか就職実績みたいなのが大学のサイトで見られるんですけど、そこに載ってた会社の中で一番年収の高い会社を狙おうかなという気持ちで就活をしていました。大学のランクによって書類で落とされてしまったりだとか、職種によってはね、もう宮廷大とかアーチとかしか取らないよっていう会社は結構多いと思うので、なので、学歴関係なく採用してくれる、高収入が狙える会社業界っていうのを狙っていきました。もし、社会人でしたら転職先をなるべくレベルアップできるところ、年収の高いところね、年収の高い業界企業を狙うっていうのがいいかなと思います。結局同じ時間働くんだったらもちろん働きやすさっていうのは大事ですけど、収入を上げることも生活のゆとりにつながっていくと思うので、資産形成のスピードを速めたいという方はもちろん時間をかければ1000万貯めることは誰でも可能ではあるんですけど、収入を上げることによって資産形成のスピードっていうのはぐっと上がっていきますので、その後は自分の節約の努力次第でどんどん資産形成加速させることができるので、就職をガチるが1つ目です。2つ目は生活費の最低金額を知り家計簿をつけることです。自分がいくらで生活できるのかっていうのを把握することによって1ヶ月の前半は使いすぎちゃったから後半は控えようだとか調整をしながら過ごすことができます。また生活費が思ったより多くかかってしまっている、収入に対して生活費の割合が大きいなと感じた場合は自分の生活費を下げるために家賃の安い家に引っ越したりだとか、あと携帯会社だったりインターネットの回線、電力会社を見直すなど対策を取ることができますので、まずは現状を把握することが大事かなと思います。3つ目が貯金の目的を定めることです。まず目的を定める理由としまして、モチベを維持しやすかったりだとか、あとは金額を目標に設定するのはすごくいいと思うんですけど、その先に何がしたいのか、どういう生活を送りたいのかっていうところを見据えないと、なかなか貯金のモチベーションが維持しづらいかなと思います。目標を設定した後はその目標が達成できる金額を定めて、例えば300万円貯金したいと思ったらそれを何年で達成するのかっていうのを考えて、3年で達成したいと思ったら1年間で100万円貯金する必要があるので、つまり1ヶ月にならすと約8000円、1ヶ月に直すと8、9万円を貯金しなければならないことが分かります。1ヶ月8、9万円を貯金するとなると、給料の残りの金額はいくらで過ごさなければいけないのかなど、300万円っていう大目標から1年間100万円っていう中目標で、1ヶ月8、9万円っていう小目標にだんだん小さい目標をセットすることによって、自分が今日どんな風に過ごせばいいのか、明日どんな風に過ごそうかっていうことを考えながら、それの積み重ねによって貯金をすることができるので、貯金マインドっていう意味では目標設定っていうのはすごく大事、一番大事かなと思います。で、必ずしも目標が、ファイヤーとかマイホームを買うとかそういう大きなことである必要はなくて、例えばブランドバッグが欲しい、35万円のブランドバッグが欲しいと思ったら毎月いくらぐらい貯金して、で何ヶ月後に買いたいかなど考えながら過ごすのも楽しいんじゃないかなと思います。4つ目、誘惑ポイントを知る。自分がどういう時にお金を使ってしまうのか振り返ってみましょう。例えば私の場合だと、寝る前や通勤時間に何も考えず無意識に Amazon を開いてしまったりだとか、
9点の目代わりの時期ですねになると SNS が9点目代わりおすすめみたいな投稿がたくさん流れてきて、ついついすぐに必要でないものでも買ってしまうことがあります。今でも9点の誘惑に毎回私は襲われていて、本当に今自分が必要なのか、それ3ヶ月後の目代わりでも良くないっていうのを考えながら購入するようにしています。女性に特にありがちだと思うんですけど、コスメを使い切れない量を買っていたりだとか、スキンケアのストックが十分にある状態でまた新しくお得だからと買ってしまう、お金を使う落とし穴っていうのを自覚していくことが大事だと思います。5つ目、本当に欲しいものは買うことです。一見本当に欲しいもので高価なものだったら買っちゃったらそれお金なくなっちゃうんじゃないのって思うかもしれないんですけど、これを我慢してしまうと高価なものを買えないストレスから中途半端な金額のなんかちょっと安くてグレードも低くてまあまあ欲しいかなっていうものを買ってしまうんですね。私の場合だと30万するバッグを買おうかな、どうしようかなって悩んでるうちにフラッと入ったハイブランドで6万円ぐらいのヘアピンを買っちゃったんですね。で結局そのヘアピンって衝動的に買ってしまったものなので、結局ヘアピンよりもバッグの方が欲しいっていう気持ちが強かったので、結局バッグも買う羽目になったんですね。ってなるとヘアピン、この買う順番が逆だったら、先に本当に欲しいと思ってたバッグを買ってたら、きっとこの6万円のヘアピンは買わずに済んだんですね。で本当に欲しいものを我慢しすぎないようにしましょうというのが5つ目でした。最後におさらいです。1000万貯める方法としまして、1つ目が収入を上げる、学生でしたら就活をガチる、社会人の方でしたら転職をする、2つ目が生活費の最低金額を知り家計簿をつける、家計簿をつけ現状把握をする、3つ目が目的を定める、4つ目がお金を使ってしまう誘惑ポイントを知る、5つ目が、本当に欲しいと思ったものは買う。この5つを気をつけるだけでお金はスルスルと貯まっていきます。何か感想がありましたらコメント書いていただけると嬉しいです。またね。